リングはこうじゃなきゃダメだから。ツーリングクラブに入ってなんか隊列組んでいかないと本物のツーリングじゃないからみたいな。ソロツとかなんか孤独みたいな、なんか友達おらんのかなみたいな早朝出発じゃないとやる気がないと思われてしまう。とにかく走り続けるのがかっこいいと、休憩しようもんなら、体が弱いと思われるというツーリングはこうじゃなきゃダメだから、のコーナーでございます。お、なんやそれ。はい、どうもランページモンキーのいいですけれども、玉里さん、前回ね、自称ベテランバイク乗りによる間違ったバイクあるある発言っていう、ね、まとめ動画をこう作らせていただいたじゃないですか。私のね、ありとあらゆるコミュニティを駆使し、ランページモンキー以外のランページモンキーはその後コメントでねこう寄せていただくんで、ちょっと後からになるんですけれどもね、コメントを多く寄せていただいたりとかね、いっぱいこう再生して見ていただいたわけですけれどもね、他ももしかしたらあるんじゃないかというふうに思いましてですね、調査してみたところですね、なんと他にもありました。今回ツーリングにおける謎ルール、はい、もう自称ってつけさせてもらいます。ちょっとベテランがちゃんとしたベテランの方にね悪いんでね、自称ベテランバイク乗りによる間違ったツーリングルール、こちらまとめさせていただきました。今回6選ということで早速いきたいと思います。もう前回よりねこれネタじゃないかというぐらいちょっと不思議な、内容になっておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思いますはい、マジで。はい、まず1つ目、ツーリングは大人数じゃないと意味がない。こちらでございますね。ツーリングはバイクの台数が多ければ多いほど正しいツーリングであるという謎ルールがあって、いやでも実際おるけどね、それ言ってる人。そう、なんかまあ見たことあるよな、ツーリングクラブに入ってなんか隊列組んでいかないと本物のツーリングじゃないからみたいな。そう、ソロツとかなんか孤独みたいな、なんか友達おらんのかなみたいなあ、そうあともっとあったのはタンデムツーリングは意味ないみたいな、1人1台乗らないと意味ないみたいな、人数に関する謎ルールが設けられているようですね。我々の場合これは2人でねツーリング出ているわけですけれども、これはツーリングじゃないということですね。大人数じゃないから、はい、移動ですこれ。そうな、移動になる。ですね、はい、移動、買い物、移動みたいな感じですね。なるほど。はい、さあそして続きまして2つ目いきたいと思いますけれども、はい、2つ目、ツーリングは早朝出発が絶対。なるほど。こちらでございますね。まあいいですけどね、朝涼しかったりとか、いろんなとこ行くんならね時間いっぱいいるんでね、朝早く出るのはすごいいいことやと思うんですけど、なんかそれを強制してくる人がいるという情報を聞きましてですね、早朝出発じゃないとやる気がないと思われてしまうという。やる気がない。ブチそう、やる気がない、やる気がない、はい、やる気がないと思われてしまうという界隈があるらしいですね。だから例えば、明日のツーリング朝6時集合ねって言ったら誰かが1人10時ぐらいでも別に行けるぐらいの距離ちゃうんって言ったら、いいよお前やる気ないんってなるってことですね。やる気ないやろその時間はみたいな、早く起きないと意味ないやろみたいなって言われてしまう。でも若干わかるかもしれへん、わかりますこれ。だって結局はさ、休憩時間とか長いやんツーリングって。ね、そうなんですよね。結構な人数で行くとさ、やっぱり昼頃に出たらさ、最後もう真っ暗な中走らなあかんかったりするやん。いやだからこれ時と場合によるとは思いますよ。その時間がないのにゆっくりはしてられへんわけじゃないですか。何でもかんでも絶対早朝みたいなを強制してくる人がいるという話であって、めちゃくちゃ中距離行くのにしかも宿泊とかも予定も決まってて、そういう場合は絶対朝出なあかんから、そういう場合はしょうがないですよね。じゃなくてもうとにかく早朝出発じゃないと、1時間2時間別にあったらいけるみたいな。それやけど、朝出ないとあかんな。確定で約束するならもう朝6時か5時みたいなツーリングの約束をしたら、どんな場合にも限らず絶対早朝。それも友達のこと好きすぎるやろ。これはそっちなんや。もう早く会いたいみたいな。だってあんまりさ、そんなにさ気合わへん人とのツーリングってそんな早朝に出たくないもんな。長く行きたくないみたいな、早朝がね絶対の人がいるというね、話がありました。なるほど。はい、次3つ目、大型バイクじゃないと長距離ツーリングは無理。無理。はい、これで
ですね。確かにね、俺らがショートで出してる動画にね、全然知らん大型の集団にね、勝手についていったと、ついていってもないけどね、信号待ちで一緒になったというだけのやつですけどね、ちょっとついていったみたいな、じゃあすごい速度で離れていっただけみたいな、そういうシーンがあるんですけどね、まあ、そういうところのコメントにもあったかな。いや 250cc じゃそれ無理だろみたいな、大型バイクじゃないともうツーリング長い距離走るのとか公道を一緒に走るの無理みたいなルールがあるみたいですね。もうだから大型バイク乗りの集団は大型バイク乗りじゃないと参加できませんみたいな。まあでも確かにさ、大型バイクと 250cc ぐらいが一緒に走ってるツーリングってまああんまり見ないかなとは思うけど、まあそうはね、それはあるかもしれない。まあっていう感じでね、いやついてこれないよこの集団には、この排気量じゃというような、発言を受ける場合があるということですね。次4つ目、ツーリングは休憩なしで走り続けるのがかっこいい。おお、こちらでございますけれどもね、とにかく走り続けるのがかっこいいと、休憩しようもんなら、体が弱いと思われるというはい、情報がありましたね。休憩が多すぎると、貧弱やと思われてしまう、バイクに適合した人間ではないという、認定をされてしまう、集団からそういう目で見られてしまうという謎ルールあるみたいですね。もうこれに関してはね、今もう暑かったり寒かったり、もう気候もむちゃくちゃなんで、もうちゃんと休憩してください。休憩は大事よ。はい、ちゃんと休憩してくださいとただただ思いますね。水分補給もしてもろてね。次5個目、ワインディングは攻めないと意味がない。峠道に入った瞬間に、急激にスピードを上げていく人たち、よく見たことがあるかもしれませんけれどもね、スピードを出さないととにかくつまらないということで、ツーリングクラブとかで何人もの団体で走っていたにもかかわらず、峠道に入った瞬間に、暴走する組がはるか彼方に強烈なスピードで走っていくという事例が多く見られるということでね、寄せられましたけれどもですね、同じツーリングを楽しむという目的で、集合し同じ目的地に行くという予定でね集まったにもかかわらず、峠道に入った瞬間いなくなり、集合地点でもう一回合流するという謎のイベントが発生するということがね、多々あるようですけれどもね、まあ、ワインディング攻めないと意味ないよみたいな、峠はもう攻めてなんぼですみたいな。確かに峠入った瞬間に一瞬で消えるバイクおるな。隊列をね乱し走り去っていくという苦情が寄せられておりましたけれどもね、じゃあ最初から別々でいいやんみたいな、なんで読んだん我々みたいな。そうなんかしかもそういう人たちやたら集めてくるらしいんですよ、そのツーリングの会に。で別にいやそんなに興味ないけどなみたいな会社でねバイク乗ってるんですよっていう人を見つけたらやたら集めると。やたら集めたにもかかわらず、その日になると山に入った瞬間もういない。なぜ集められたのか。欲しいからかな。そうみたいですね。俺の走り速いぜ見てくれという目的らしいです。じゃあもうその人にはもう速いっすね、すごいっすねっていうのが正解なんやな。それ余計ひどくなるかもしれんけどね。まあ確かに峠を気持ちよくこうねビュンビュン走るのは楽しいのは分かりますけれどもね。でラストです。最後6個目なんですけれどもね、謎ルール、ツーリングは温泉地がゴールじゃないといけない。おー、なるほど。温泉がゴールじゃないといけない。ツーリングプランを考える際にですね、みんなで話をしていたところ、最終目的地が、温泉に入るという行為じゃない場合、ダダをこね出す、ライダーの方がいるということです。苦情がね殺到しておりました。これ殺到しておりましたね。いやそれな、うちらは、ツーリングで温泉入るみたいなのやらへんけどさ、ツーリングクラブみたいなのに入ってる人たちは、やっぱり一回温泉に入っちゃうと癖になるらしい、そのツーリングプランが。まあいや分かる。でも気持ちいいよなこのツーリングでいっぱい汗かいたりとかさ、まあ肩凝ったりとか疲れるやん。で一番最後にこう温泉入るってやっぱ開放感やばいよな。温泉入ってそこの食べ物を食べると、ああツーリングしたっていう気持ちになんねんって。いやわかる、すごいその粋やなとも思うし、なんか、趣味楽しんでんなって思うし、まあ、絶対気持ちいいやろなと思うね。汗もなさっぱり流し、帰りもそれ終わって夕方ぐらいに帰ればさ、ちょっとまあ夕ざめじゃないけどさ、ちょっと爽快感で走れるかもしれへんやん。風が当たって気持ちよくさ。ただそう
ダダをこねんのダサい。もうほぼ強制みたいな人がいるみたいですね。一応ツーリングルート決まって最終目的地ここって決まって、これで解散ねって話したら、じゃあこの後温泉ねみたいな、追加されるみたいな、まあ分かる、その気持ちは分かりますけれどもね。わかるわかる。1回ぐらいその温泉が入ってなかったとて、温泉を強制的にツーリングプランに組み込むのはさすがにね、無理やりみんなをね巻き込むのは恥ずかしいかもしれん。あ、でもほんまにそういうのが好きな人たちは実際におるから、やっぱりそういう人たちが集まってするツーリングはすごい楽しいと思う。そうよね。だから、まあ、そういう人集まってね行けばいいと思う。違うなと思う人がいる際にはね、なんか強制することによってね、謎ルールがあるというふうに思われちゃうんで、ね、あ、確かにな。でもほんまに初めて一緒に走る人でさ、当たり前のように温泉を入れ込んでくる人は確かにおんねん。なんかいろいろさ、ここでご飯食べようみたいなの決めて、一旦話決まったとなったのに、最後はあそこの温泉行って帰るって感じかみたいな、急に入れ込む人は確かにおんねんな。しかもツーリングスポットじゃない、行かれへんかった場合も近くのスーパー銭湯を無理やり行くみたいな。もうどうしても入りたい、どうしても最後締めたいみたいな。やっぱりこれに関しては、この動画に関しては全体的にね、その謎ルールをその全体に押し付けてくるということが問題視されておるというね、情報でしたので、楽しみ方としては、みんないろいろなやり方でこうバイク楽しんでんねんなということがね、よく分かりました。じゃあ俺らにツーリングルールみたいなのあったっけ？なんかうちらのツーリングルール、なんかあるっけ？でもうちらのツーリングルールではないけど、マジで止まらんのは一緒。ああ、まあそうね。でも別に体が弱いとかそんなん思ってないけどなんか止まってる時間がただただもったいないからずっと走り続けてるだけやけど、やっぱそれはちょっと職業病入ってるかもしれん。撮影スポットも詰め込んでるみたいなとこあるから。実はというと、一回走りに行くので、結構何本も撮ってるから取りだめしてるからさ、そうだね、結構詰め込んでるっていうのもある。いっぱい行きたいところがありすぎて、スポット行きまくるみたいな、あんまり止まらんな、それはあるけど、別に強制はしないよ。違う人がおったら全然休憩はいっぱい入れたい派やけど、そうね、逆に休憩そろそろ大丈夫みたいな。性格的に人に合わせるタイプやから。ああ、なるほどね。ということでね、いろいろ、今回6件ね集めさせてもらいましたけれども、実際にはねそれ以外にも、あったりとかね、自分的にはあんまり聞いたことないかなっていうのがあったりとか、そんなにね情報量が多くなかったりするやつとかは省かしてもらったんですけれども、でも確かにな、全部納得いくな。確かにおるみたいな。あとなんか短距離は本物ツーリングじゃないからって言われた人はおるみたいですけどね何キロ以上走らないとツーリングと呼べないですみたいな自分基準があるみたいなパターンもあったりとか、距離バカの人から見たらな、それツーリングなんみたいなただの買い物じゃない近所なんみたいなっていうね、確かにある。今回ねそういうちょっと面白みを感じて集めてみました。ということでツーリングの謎ルール6選集めてみましたけれども、皆さんの周りではどうでしょうか。自分もねこういうルールを設けているんですという方もね、ぜひねコメントもらえればと思います。またそれ以外にもね、なんかこういう謎ルールをこう強いられましたみたいな被害報告もありましたらね、ぜひコメント欄にエンタメとして盛り上がっていただければね、面白いかなと思いますのでね、ぜひぜひコメントをお寄せくださいませ。それでは以上、ランページモンキーでした。バイバーイ。はい、ということで本編の方でライダー謎ルールっていう話したんやけど、ご飯食べた時にじゃんけんでお会計を決めるっていうのあとね、これめっちゃもうみんな多分うなずいて首取れると思うんやけどやばすぎやん。ゾロ目ストップ、その日の公式カメラマンを決める